本当にですね、サクッとフォーティゲートの環境構築というのができたんではないかなと。はい、こんにちは。クラスメソッドの菊池です。先日ですね、フォーティネット社のフォーティゲートネクストジェネレーションファイアウォールでサクッと作るリモートアクセス VPN ということで、こちらのブログ紹介させていただいたんですけれども、本当にサクッとできるのかっていうところと、ブログだけだと分かりづらい部分なんかもありますので、これを実際にやってみるところをですね、動画で紹介していきたいと思います。それではですね、まずですね、VPC の作成から順に進めていきましょう。今回ですね、こちら AWS にログインしまして、リージョンですけれども、ちょっとですね、ムンバイのリージョンでやっていきたいと思います。VPC のコンソールに進みまして、VPC の作成ということで、名前適当にいきます。VPN テストとかして、サイダーはですね、10.0.0.0 のスラ16ですと。IPv6 はいらないということで作成。はい、できました。続いてですね、インターネットゲートウェイを作成します。インターネットに出てくための出口ですね。こちらも、名前、VPN テストとして、はい。そしたら続いて、これできただけでは VPC に割り当てられてませんので VPC にアタッチしましょう。作成した VPC にアタッチと。これでアタッチができました。続いてですね、VPC ができたので今度はサブネットを作っていきます。サブネットの作成ということで、まず、パブリックサブネットの位置としていきましょうか。で、VPC は先ほどの、VPC を選んで、アベイラビリティゾーン。はい、ちょっと慣れませんが、AP サウスの 1A 選びましょうと。サイダーブロックは 0.0.0.0 のスラ、24とします。作成と。はい、作成しました。続いて、パブリックサブネットの、2ですね。で、同じく VPC 選んで、同じ、Z を選びます。パブリックサブネットの2は、はい、10.0.4.0 のスラ24とします。はい、作成しました。はい、2つできましたね。あとは、内部用のプライベートサブネットの作成です。プライベートのサブネット1と、はい、VPC は同じです。AZ も同じです。サイダーブロックは 10.0.2.0 のスラ24とします。はい、作成と。これで3つサブネットができました。続いてですね、ルートテーブルを作成しましょう。ルートテーブルの作成で、名前はパブリック用のルートテーブルで、VPC は、VPN テストの VPC を選びます。はい、できました。同じくですね、今度は、プライベートのルートテーブルですね。プライベートのルートテーブルと名前を入れて、はい、同じく VPN テストの VPC を選んで作成とします。はい、できました。そして、パブリックルートの方、ルートテーブルの中身を、設定します。デフォルトだとですね、10.0.0.0 すら16の内部ルートしかありませんので、インターネット向けのルート 0.0.0.0 すら0、はい、デフォルトルートですね。これを設定して、宛先は、インターネットゲートウェイを向けてあげます。これでパブリックルートは、インターネットに出てくるルートができましたと。そしたらですね、サブネットの方に、今作ったルートテーブルを割り当てましょう。ルートテーブルはパブリック用のルート。パブリックサブネットにはパブリック用のルートを紐付けます。パブリックサブネット2の方も一緒ですね。はい。パブリックルートを紐付けます。で、プライベート用のサブネットにはですね、プライベート用に作成したルートを紐付けましょう。できました。はい。プライベート用は、まずは、ローカル用のルートしか存在しないような形ですね。で、パブリック用のサブネットにはパブリック用のルートテーブルということで、インターネット向けのルートが設定されているという状態になりました。続いて、セキュリティグループを作成しておきましょう。EC2 用のマネジメントコンソールから作成していきましょう。はい、セキュリティグループ。はい。ちょっとまだ新しいこの UI に慣れていないんですけれども、はい。セキュリティグループの作成といきまして、はい。管理用のまずセキュリティグループですね。フォーティゲートを設定するときに、管理用のアクセスをするための、セキュリティグループです。マネージメントアクセスと。はい、で、VPC は VPN テストを入れますと。はい。そ
して、インバウンドルールですね。こちら、FortiGate がデフォルトで必要になる、ルートをいくつか追加していきます。まず、HTTP。続いて HTTPS ですね。はい。あと、SSH。そして、TCP の、8080ですね。はい。あと、TCP の、541と。あと、TCP の3000ですね。そして、ソース IP ですけれども、ここ、MyIP を選んであげます。とりあえず今回はですね、今自分が操作している IP アドレスからさえ繋がればいいので MyIP を設定していきますと。アウトバウンドルールは全てを許可ということでこれで問題ありません。作成と。はい、作成できました。はい、続いてどんどん作っていきます。次が、公開用ですね。パブリックとでもしておきましょう。パブリックのセキュリティグループと。for public access と。はい。VPC は VPN テスト。はい。で、インバウンドルール。これ公開用なので、リモートアクセス VPN でですね、外から、任意の場所から繋ぐことで、設定したいと思いますので、0.0.0.0 すら0と。はい。設定します。はい。IPv6 用は消しちゃいますと。はい。できました。続いて、内部用ですね。はい。内部の VPC 内のサーバーが外に出ていくためのアクセスですね。ここは、はい。セキュリティグループの作成で、ローカルとかってしておきましょうか。for local access と。で、VPN テスト。はい。インバウンドはいろいろポリシーあるかもしれませんが、セキュリティグループの方ではとりあえず、すべてのトラフィックを許可しちゃいます。そうすればですね、VPC 内全部を許可するということで 10.0.0.0 のすら16ですね。ここを許可します。で、セキュリティグループを作成と。はい。これで3つセキュリティグループができました。接続確認も後で行いたいので、接続確認するためのインスタンス立てておきましょう。インスタンスの作成ですね。何でもいいので、とりあえず Amazon Linux 2のサーバーでも立てておきましょう。選択して、スペックは、小さくて構わないので T3 マイクロします。はい。VPC は、VPN テスト。はい。そして、サブネットはプライベートサブネットに配置してあげましょう。パブリック IP はいらないですので無効にしておきます。その他諸々は基本的にはデフォルトで問題はありません。T2、T3 無制限、アンリミテッドは、外しておきましょう。余計なコストがかかると怖いので。はい。で、ストレージもデフォルトで OK。はい。タグ、名前、ネームタグぐらいはつけておきましょう。サーバー、なんでもいいです。セキュリティグループ、とりあえずデフォルトセキュリティグループをつけておきましょうか。後でちょっとアクセスの許可を追加したいと思います。はい。確認した上で起動。はい。キーペア、ここ新しいリージョンなので、キーペア作ってありませんでした。なので、新しいキーペアを作成します。はい。作成できました。はい。これでテスト用のインスタンスが、起動します。後で起動してるか確認すればいいでしょう。では続いてですね、FortiGate のインスタンスを立てていきたいと思います。まずですね、こちら、マネジメントコンソールにログインした状態で、Fortinet、FortiGate Next Generation Firewall のマーケットプレイスでアクティベーションを実施しておく必要があります。この Continue to Subscribe ですね。ここを押して、サブスクリプションを、実行しておきましょう。はい。初回でですね、サブスクライブしてから1ヶ月間は無料で利用することができます。ではですね、インスタンス構築しておきます。インスタンスの作成から、マシンイメージ探していきます。FortiGate と入れておきましょうか。FortiGate。はい。
マーケットプレイス上にいくつか出てきます。これですね、FortiGate Next Generation Firewall。同じものがですね、こちら BYOL 版という、ライセンス持ち込み版があるんですけれども、こちらではなくて、ライセンス込みのものを選んでおります。値段ですね、一応確認しておきましょう。利用されるインスタンスいろいろありますけれども、利用可能なもの、ここからですね、今回は C5 ラージを選んでいきます。はい、設定です。VPN テストのサブネットで起動するのは、パブリックサブネットの1、管理用のサブネットですね。ここに立っていきます。はい、自動割り当てパブリック IP、こちらは一応有効化しておきましょう。はい。あとは特段デフォルトのままで問題ありません。ストレージの確認。ルートボリューム 2GB と、その他に 30GB のボリュームが付けられるんですね。はい。名前を付けておきましょう。ネームタグで名前を48。そしてセキュリティグループ、先ほど作成したマネジメント、これを割り当てます。はい。問題なければ確認して、キーペアこちら作成したのと同じで問題ありません。起動します。起動できました。はい。こちらですね、パブリック IP にエラスティック IP、固定の IP を割り当てておきましょう。はい。エラスティック IP アドレスの割り当て。はい。割り当てします。はい。払い出されました。この IP をですね、はい、アクション図から関連付けですね。関連付けで、インスタンス、FortiGate ですね。FortiGate に割り当てます。はい。OK。割り当てられました。この固定で割り当てたアドレスが、この FortiGate の方にも付けられております。はい。そしたらこちらをですね、管理画面にアクセスしていきましょう。できたようです。このようにですね、証明書の設定しておりませんので、証明書の警告が出ます。はい。ちょっと送られてますが、安全性理解した上でアクセスということでアクセスしましょう。初回の画面ですね。Please log in with username and password ということで、ユーザーネームデフォルトだとアドミン。そしてパスワードはインスタンス ID が設定されているようです。アクセプトで進みます。ユーザーネームはアドミンと。で、パスワードはインスタンス ID ということなので、このインスタンス ID をコピーしましょう。ログインと。来ましたね。オールドパスワードを入れて、新しいパスワードを設定しましょう。パスワードの変更ですと。もう一回ログインしろということなので、ログインしましょう。アドミンで、さっき入れたパスワードを入れます。セットアップ。あとは、ホストネームの設定ということで、begin。はい、ホストネームは、デフォルトでいいでしょうということで、デフォルトホストネームで設定しました。はい、来ましたね。これで、FortiGateログインできましたので、ここから設定が可能になります。今、この起動した FortiGate にはですね、管理用のインターフェースしかありませんので、内部用と外部公開用のインターフェースを作成して付けていきたいと思います。こちらの EC2 のコンソールからネットワークインターフェースを選びましょう。ここでネットワークインターフェースの作成ができます。サブネット。まずは、パブリックサブネットに、プライベートサブネット1ですね。内部用のネットワークインターフェースを付けてあげます。IP アドレスオーターサインで問題ありません。セキュリティグループは、ローカルですね。内部用なので、ローカルのセキュリティグループを付けてクリエイトと。はい、できました。で、これ、インスタンスにアタッチしてあげましょう。FortiGate にアタッチと。はい、アタッチされました。これで FortiGate の状態見ましょう。ネットワークのインターフェースから見るとどうなってる。はい、フィジカルインターフェース。はい、この今つけたのがこのポート2になります。ただ IP アドレスが設定されてませんので、設定していきましょう。物理インターフェースポート2と認識されたので、これは LAN として、はい、内部向けのロールを設定します。で、IP アドレスはですね、通常オンプレだとマニュアルで設定することが多いと思いますが、AWS の場合 DHCP で設定してあげましょう。これで、OK と。これもう一回見てみると、ステータスコネクティングになってますね。はい、アサインされました。
10.0.2.149 という IP アドレスが割り当てられています。はい。ここのですね、ENI で割り当てられた IP アドレスと同じものがちゃんと DHCP で振られることが確認できます。はい。続いて今度は外の公開用のネットワークインターフェースをつけていきましょう。サブネットはパブリックの2です。オートアサインで OK。セキュリティグループはパブリックと。クリエイト。で、同じようにアタッチしましょう。48にアタッチですと。で、同じくですね、インターフェース見てみましょう。はい、物理インターフェース、ポート3が登場しました。さっきと同じようにですね、ロールは1ですね。はい。アドレスは DHCP で取得と。で、ここでアドミニストレーティブアクセス完了のインターフェースではないので、ここは割り当てないようにします。OK と。コネクティングになって、はい、IP アドレス割り当てられました。10.0.4.214 の IP アドレスが割り当てられてます。こちらと一緒ですね。はい。そしてこれ公開用の IP アドレスなので、ここにもですね、パブリック IP 欲しいので、エラスティック IP を割り当てていきます。ネットワークインターフェース、ここを一応確認して、コピーしておきます。エラスティック IP アドレス割り当てで発行と。はい、できました。そして、アクションで関連付けと。で、今回はですね、ネットワークインターフェースに割り当てます。はい、これですね。で、関連付けと。はい、これで、パブリック用、外部公開用のアクセス IP アドレスにもパブリック IP が割り当てられました。はい。これで、FortiGate のインスタンスにですね、内部用と、あと外部公開用の IP アドレスというのが割り当てられました。続いてですね、ルーティングの設定をしていきます。まずはですね、内部に立てたサーバーがちゃんとインターネットにFortiGate を通過してアクセスできるように設定していきます。ここからは FortiGate の設定が多くなっていきます。まず、こちらですね。こちらで Policy and Objects のページに行きまして、アドレスですね。Create New アドレスとして、VPC 内部のアドレスグループ、アドレスを作成しますので、名前ローカルとしておきましょう。タイプは、サブネット。で、マスクはですね、10.0.0 の16と。はい。そして、続いて、Firewall Policy ですね。今はですね、はい、暗黙の拒否の Firewall Policy しかありませんので、Create、名前、ローカル、to 1とかしておきましょう。で、インカミング、着信するインターフェースはポート2の、これですね、LAN から着信して、アウトゴーイング、出てくのはポート3ですね。そして、ソースは先ほどのローカルから受けて、ディスティネーションはインターネットなので、オールとしておきましょう。ステータス、スケジュールはいつも、サービスもこちらもオールとしておきましょう。すべてのトラフィックを取る。そして、NAT を有効にしておきましょう。そして、Use Outgoing Interface Address。これにしておくことで、出ていくインターフェース、ポート3、1用のアドレスに NAT されて出ていくことがわかります。これで OK と。Firewall Policy ができました。そして今度ですね、VPC 側の、ルーティングを設定してあげましょう。はい。プライベートのルートですね。こちらは今内部用のルートしか持っておりませんでしたので、ルートの編集でルートの追加、インターネット向けのデフォルトルート、これをネットワークインターフェースで内部用の、これですね、ローカルがついているインターフェース、こちらに向けて飛ばしてあげると。これによって、FortiGate のローカル向けのインターフェースにパケットが転送されて、FortiGate がルーティングしてインターネットに出してくれるというルートになります。はい。そしてもう一つですね。このネットワークインターフェース側で1個設定をしてあげなければいけません。これがですね、こちらですね。
送信元、送信先チェックというものがあります。これがあるとですね、このインスタンス向けのトラフィックしか着信してくれませんので、ここを無効化してあげましょう。これで無効化できました。はい。フェールズになってれば OK です。はい。これで、ルーティングの設定も OK かなと。はい。ここまで来たらもう少しです。続いて、FortiGate の方で VPN、ようやくですが SSL VPN の設定をしてあげましょう。まずですね、SSL VPN で接続するためのユーザーを作成してあげますので、このユーザー&オーセンティケーションからユーザーディフィニッションを選択で Create New と。新しいユーザー作ってあげます。今回はですね、外部のラディウスとか、そういう、外部サーバーとの連携はなくて、ローカルユーザーから設定します。ユーザーネーム、菊池、パスワードも決めてあげましょう。コンタクトインフォメーション、E メールアドレスとか、マルチファクターオーセンティケーション、多要素認証ですね。このあたりは任意の設定となるので、とりあえず飛ばします。で、ステータスは Enable の状態で、サブミット。はい、作成できました。菊池。はい。リスンインターフェースは、ポートの3番、1向けのインターフェースでリスンしてあげましょう。はい。any ホストからのアクセスを許可します。サーバー証明書などはデフォルトでいきましょう。アドレスレンジですね。トンネルのインターフェースによって、SSL の VPN クライアントに割り当てる IP アドレスのレンジは、こちらでなります。デフォルトで OK としましょう。そして、ユーザーですね。ユーザーポータルの設定です。菊池と、あと、All Other User。他のユーザーも一応設定しておかなければいけないので、設定しておきますと。アプライしました。そして、これだけだと、SSL のポリシーがまだないよということがされてますので、ポリシーを設定します。SSL to Local ですね。SSL でアクセスしたクライアントからローカルへのアクセスを許可してあげましょう。インカミングインターフェースは SSL VPN、アウトゴーイング。はい。内部向けなので、ポート2ですね。ソース IP は SSL VPN トンネルアドレス。そして、ユーザーも追加しなければいけないので、菊池をとりあえず追加してあげましょう。そして、ディスティネーションは、アクションは、アクセプト。そして、NAT はなしをとりあえず選択しておきます。で、作成と。サービスも All で OK と。これで、Firewall ポリシーも、はい、できてますね。設定もできましたと。はい。あとはですね、サーバーに割り当てたセキュリティグループということなので、このインスタンス ID をコピーしましょう。ここでですね、はい、さっきのアドレス帯からの、アクセスを許可しましょう。はい。SSL VPN をログインするための準備というのが整ったので、実際にアクセスを試していきましょう。Forti クライアント VPN ということで、FortiGate 用の Fortinet が出しているクライアント VPN のアプリケーションですけども、こちらに使って SSL VPN つなげられるか試してみたいと思います。接続先は、リスンしているこのパブリック IP ですね。これで、ポートは HTTPS443 で、認証はクライアント証明書はなしで、ユーザー名、あと、サーバー証明書、このままだと怒られますので、ここは、警告は非表示でオンにします。ユーザー名とパスワード、これで接続と。つながりましたので、先ほど立てたこちらのサーバーに対して通信ちゃんと通るか確認していきます。まず、ピング、通ってますね。SSH。はい、いけました。これでちゃんと、SSL VPN で接続して内部のサーバーにつながることが確認できました。というわけでですね、いかがでしたでしょうか。本当にですね、サクッとFortiGateの環境構築というのができたんではないかなと。SSL VPN はですね、リモートからのアクセスということで、クライアントのユーザーに使ってもらうことが前提となるので、使い慣れたですね、アプライアンス製品であったり、クライアントアプリで使える製品がいいんじゃないでしょうかということで、今回、この FortiGate Next Generation Firewall での SSL VPN、これを使った環境の構築とアクセスについてご紹介しました。